おはようございます。おはようございます。前回に引き続き山野草のこの時期やるといい作業、そうです。はい、そうです。引き続き紹介していただきます。はい、よろしくお願いします。これがね、今葉っぱが出たばっかりなんですけど、アザミですね。アザミ。よく野原にありますね。野アザミとかね。これは白花のアザミなんで、毛が生えてる。そうそうアザミね。アザミ要するにタンポポの仲間みたいなもんですけど、トゲトゲがあるんですよね。これがね、このまんま放置するとね、葉っぱがこんな大きくなっちゃう。こんなになっちゃう。それでビューって伸びてここで咲くんですよ。そんな上で。そうそうそう。だから今ならそれを小さくすることができるんですよ。なるほど。はい。でやってみます。はい。よいしょ。おっとっとっと、こんな感じですね。結構根がこんだけなのに上。そうなんですよ。タンポポもそうですけど、アザミも結構根がすごいんですよね。これ太いんですよ、根っこが。だからこの状態の根っこのまんま育てちゃうと、どうしても花がなんか20センチぐらい伸びて咲いたり、葉っぱがすごい大きくなったりするんですよ。これをちっちゃい鉢に入れて、根をあんま伸ばさないように状態にすると、そうこういう根っこですね。直根がないですね、これね。直根がある場合は簡単に増やすことができるんですけどね、根伏せで。タンポポはそうやって増やしますから、直根がないからこのくらいで切っちゃいますよ。もうちょっと切りましょうか。ほら、もうこのサイズまでね、切り詰めて全然平気です。これはここまでやらないと小さいのができないんですよ。だから株自体はもう太ってるんで、花は上がりますから。これの花の時期は、花はアザミはね、5月の連休ぐらいかな。その辺が多いんですね、春っていうか。どうしてもね、山野草の時期はそうですよね。秋咲きもありますけどね。でちょっと汚い葉っぱ取ってやって、こんだけ太いでしょ、元がね、しっかりしてますからね、これは咲くでしょうね。これが去年の根っこ、ここにあるんですね。取れないかな。これ腐ってますね。植える時にね、小さい鉢に入らないでこれ取っちゃいます。こんな大きいところからこれですからね。忘れないうちに小さいのに入れましょう。これがこうなるから、一緒に何かを植えてあげたいね。寄せ植えを。だけどもスミレなんかいいかもしれないね。これ廃症のスミレ。なんていうの、つるが出てこう増えるんですよ。ペターってなるんで、この葉っぱ自体はこれは1本は1本なんですよ。増えるんですけど、来年またこっちから子供ができるっつって、見てる間に増えるわけじゃない。山野草は春に花が咲いてどんどん増えていくタイプと、それから一株は一株っていうのとあるんですよ。だからこれ寂しいんですよね、これだけポンと植える。なんでこれもう咲いちゃってますけど、早くに咲き始めるスミレはあれなんですよ。これ寄せてみましょうか。どれが本体だか分かんないでしょ。分かんないでしょ。廃症のスミレ。廃症のスミレっていうのがあるんですよ。茎でつながって、ほらこういうふうにね、ここからピューって伸びてこっちに根っこ出てるでしょ。ここで切れるんです。だから苔みたいに広がってスミレになるんですよね。多分ね、外国種なのかどうだか、私も詳しく山野草の専門家ではないので、育て方はね研究すればね分かるんですけど、どこからいらしたかは私には分からん。ただつながってます。これがね、ここがあるでしょ、1個。それでこことここがほら、こうやって茎でつながってる。こう張ってってそこに根を下ろすんですよ。だからこれを切るわけですよ。こうやってで1つでしょ。でここが1本あるけど、これも切っとこうか。これちっちゃいの、これちっちゃいのに植えられるね。根っこ確認して切っていくみたいな。そうですね。で古い葉っぱ取って、ここにもあるけどこれはまだ根っこが出てないので切れない。でこっち側は根っこが
出始めてますが、ちょっとまだ伸びてないので切れないと、こういう感じ。これが廃症のスミレです。で根っこはもう切っちゃって平気ですよ。これはねバッチャリと、でこういうのをねこういう状態でこうやって寄せていくと、これとこれでいいと思います。これはちっちゃい鉢に入れましょう。あと一緒に寄せられるのもあるんですが、そうだな、邪魔しないやつだと発火を、これはうちで分けといた発火なんですけど、匂い発火です。匂い発火です。ところが冬の間にね、偏っちゃったのねこうなっちゃってね、こっちとこっちに分かれちゃってますから、こんなのがでほらこう溢れてきちゃうね、こういう風に植えちゃうと溢れてきちゃうんで、戻してやんなくちゃいけないんですよ。よいしょ、こうやって取って洗ってでこの汚いやつ取って古い葉っぱ取って根っこもバッサリと、根っこもこんな感じ、これもつけとけば、これはこれでこういう状態にしないで真ん中に植える、真ん中にね、ちっちゃいのができます後で。葉っぱはいい匂いがするんですよね。そうすごいいい匂いする。これからですよ増えるのは。冬はね縮こまってますから。で3種類を寄せようと思います。はい、鉢はどうしましょう。ちょっと難しいかな。高さがね、それだとそうですね、必要ですね。もうちょっとね大きいかな。でもこのくらいないと、このくらいないとあれかもしれない。これでいいか。何してんですか今？カレー枝切ってるだけですよ。カレーだ切ってんですか。カレー葉と、今年の目標何でしたっけ。何がです？今年の目標は今年の目標はインスタ1万人1万人でしたね。今何人ですか。今9940 40何人ですかね。もう3月ですね、半ばですけど。そうですね、頑張んないといけないですね。1万人でしょ。1万人ちょっと達成できないとね、Q さんがペナルティーがあるから。そうですね1年間それ使うのなので、そうですね、皆さん大学のインスタ見てあげてください。でもっとこうした方がいいよってコメントしてあげてください。そうですね、センスないんでセンスはない、自分でそう思う。これ大河はい、使ってください。大河バッチこです。れ深いから、あと全部浅いんだ。浅いですね、浅めに作って。これ大河鉢です、はい。大河君の浅いのが多かったんだけど、これだけが深いので、このくらい余裕持っとけば持ち込みできますから、来年まで植え替えないですギリギリでやるとね、これに花がつかなくなる、あんまりちっちゃいと葉っぱだけになっちゃう可能性がありますので、少し余裕持ちましょうね。毎年植え替えるとね、寄せ植えは味がなくなりますから、あやめなんかと違ってそうそう増えませんから大丈夫です。草の寄せ植えだと、花の時期がちょっと違ったりとかで、そう見る時間が長くなるんですかね。見れる時間がね。そうです今ちょうどスミレが咲き始めてますけど、次にこれが咲いて、これも咲きますからね。6月、これが5月、これが今3ヶ月ぐらい楽しめちゃう。そうですね。これを真ん中に入れないでちょっと端にこうやるんですよ。そうするとど真ん中だとおかしいね、咲いた時少しずらしてこっちが正面なので、草でもちゃんと止めないとうまくいかないので、皆さん草を侮らないでちゃんと止めましょう、特に小さいやつはね引っ掛けないと、根っこがすごい大きいんでね引っ掛けやすいですよ。入った。こうやってね、これちょっとこっちにして、それからこれが這うので、花がね今咲いてるんでね、続々と花芽が上がってますね。この辺かな。この時にまず配置を決めて、この苔がこっち、これがこっち、こんな感じ、で土でこう起こしますからね、でこっち側が開いちゃうんで、これ発火をまた少し追い発火と追いスミレをしましょう、裏に回った方がいいかな。派手にいきましょう。これがこっちに来ると、でこれがこっちから、これがこっちで、これがこっちに入る。
このくらいあった方がいいかな。土入れるの大変ですね。土入れるの大変なんですけど、まあ配置だけ決めといて、これで抜けないように。この場合発火は止めないからすみれだけ軽く止めます、本当にちょっと引っ掛けるだけひっくり返った時にすみれがポコンって取れないように、どうでもいいんです、何かに引っかかってればこれで大丈夫。じゃあキュッと止めてるわけじゃなくて、軽く U の字がどっかに引っかかってればいいかな程度ですね、3層なんでねギュッてやれないんで。あとは土を入れるのが難しい。こう起こしながら元に入るようにこうわかるかな、こう起こしてね、でつっついて奥の方に土がちゃんと入るように。そうしたらこっち側やったら必ずこっち側やります。じゃないとどんどん寄ってっちゃうんですよ、交互に。そう一方通行でやってるとこれがどんどんこっち来ちゃうんでね、交互にで回しながらね、今度こっちね、こっち回しながら土はうちは山野草を小さく作るので盆栽用の硬質赤玉使います、山野草の土は使いません。山野草の土使うと大きくなっちゃいますからね、肥料入ってたりするんでマガンプ系は入れますけれども、土自体はもう赤玉土の方がキュッと締まるんですよ。だから盆栽やってる人はまあ皆さん持ってるけど、山野草の人は持ってないかもしれないから、買ってくださいグリーンクラブでもいっぱい売ってますよ。土売ってます。それもふるってすぐ使えるね上質の土がね、400円から600円ぐらい、量によって違いますけど。誰か分けて売ってると。そうです、何人かが自分でふるって分けて販売してます。うちも前やってたんですけど今忙しくてできない、こんな感じかな今の状態が。で根っこが出てたら押し込む、で位置をこの時に発火の位置をちょっとずらして、発火っていうのはねちぎって置いといても根っこ張るんで、もう全然平気ですからね。こういう感じになったら水を入れて、こうですね、これが今植えたばっかなんでね馴染んでないんですよ、でもこれがねそうだな1週間ぐらいすると、発芽がまず増え始めます。1週間で、今春なんで、こういうのが咲きますからどんどんでちょっと苔をちょって貼っとくとまずスミレがうわーっと咲いて、それからこれが伸びてきますから、もうちょっと葉っぱ大きくなります。いくらなんでもこのくらいまでいきますから、このくらいまでいって真ん中に花芽があるとピューって立ち上がってくる。まだ花芽見えないですよ、無理ですね。もうちょっと時期が来たら紹介できたらですね、写真かなんかで。そうですね、こういうのが寄せ植え続いて寄せ植えしちゃいましょうか。これ寄せ植えしないんですよね。これは簡単すぎて映像にならないと思う。これ何ですか？これシコタンソウ。シコタンソウ。今花咲きそうになってますね。赤いのね見えます。普通白花なんですよ。そしたらね農食シコタンソウっていうのを売ってたんで、葉っぱが異常に小さいんですよ。普通こんなちっちゃくないんですよ。なんで買っといたら白だと思い込んでいたら赤でした。赤って言ってもねこれ咲くと白っぽくなる。そういうタイプですね。これはもう本当株分けというか、これはもう割って植えていくだけ。そうなの、それしかないの。横に増えるだけなんで、これはもうすぐ終わっちゃうんですが、もう売ってる状態で根がもう張ってないからね、こういうのはね。なるほど。秋に分けてるんですよ、山野草の人は。こういうのはね、全体に根っこがあるからこれ、なんで小さい鉢に入れたい人はこうピンセットを入れてこれで OK です。で増えるのは花が終わってからなんですよね。これ株が2つになったでしょ。これ簡単すぎてちょっとね。もうちっちゃい鉢入れちゃえばいい。そうで終わりなんです。針金も止めなくて良さそうですね。ちょっと止めにくいんで止めなくても平気です。ピュッて入れればいいんだ。
そう簡単なんです。これこんなのどうだ。かわいいでしょ、ただしこれに植えて咲かせた場合は増えるスペースがないので、満開で咲き終わったら抜いてもっと大きい鉢に入れないと、だから増える草はとても飾った時と、それから持ち込めるやつと持ち込めないやつがあります。はい。赤いのねってことな。こっちの量が多いからこっちの方こんな感じです。これでどうです？こんな感じで。であと土入れるだけですこれは簡単なんです。簡単ですね。ただ持ち込めないので増えますから、咲き終わったらそーっとちょっと大きい鉢入れとかないと横に生えますからねこれ気をつけてください。春にこういうのにやっといて、秋にちょっと広めにまた戻してみいやたいな。春から夏に増えるんで、でも花の時期も今、そのぐらいですよね。花が終わってから。なるほど。花が今咲くので、花が終わったらいつまでも眺めてないでちょっと緩めて、それで日陰、半日陰ですね。冬はね、冬じゃない夏は、あんまり38度から40度はきついんですよ。なるほど。高山植物なんで、それで増えたら本当分けるのは9月の終わりから10月の頭です。その時に小さいところに入れとくの本当はね、今分けるのはじゃあどうなのかな、ギリギリ、なんとか花の前に展示会があるとすると、やんなくちゃいけないっていうんでやる、本当は秋分け、これはね。でも可愛いから、可愛いから植えなくてもいいでしょ。そうですねそうでしょ。こんなのもあります。そう、こういうのもあります。これ花面白いこれマニアックなんで。マニアックです。これマニアックシリーズ。マニアックシリーズやりましょうか。ふさすぐり、ふさすぐり、すぐりっていう木があるんですよ。赤い実がなったり、青い透明の実がなったりするんですが、そういう名前がついてるんですが、これは全く違う植物です。全く違う。すぐりではないんですよね。名前がふさすぐりって言って、こっからね、これ花芽ついてるんですけど、3本こう出て、こう下がって花がポチポチポチって咲くの。私見たことないんだけど、その花の後に実がなるっていうんだけど、何年やってもその実を確認できない。すぐりの実をすぐりの実になるのかなと思って見たけど、変な種みたいのできますけど、すぐりには見えないから、まあ誰が名付けたか。これ全部つながってるんですよ。いきます。つながってるんですか。ほら、はい。つながってるでしょ。根っこからこう増えるタイプなんで、下から生えてきちゃうの。幹がねみたいな感じなんて言ったらいいんだろう。ここつながってるんですよ、このね。そう、つながってるんですよ。これこうやって増えるんですよ。こう根っこのところからこう生えてきて、それでこう上がってって、だからこれ根の中に枝分かれあるみたいなね。こういう風につながってます。本当だ。こうやって増えます。笹みたいになってる。そうです。だけどだからといってこれ、植えられないじゃない。これ、例えばね、ここで切ったとするでしょ。根っこあるんで切ります。でもこれでもこっから根っこ出てるじゃないですか。ここまで植えんのってことになるから、これね今の時期できることがここで切っちゃう。上を？はい、1個2個、はい。でこれはここが枯れてるのね。でこれもここで切っちゃう。このぐらいにしちゃうね。花があるのがこれなんで、ちょっと飾りたい時は上の根っこをこう取ってね、この場合もう出しちゃう。幹とか枝みたいな感じにしちゃう。そうもうしょうがないからね。でこれは先っちょ切っちゃったんでないんですけど、まあここまで埋めるからここまで埋めちゃう。なるほど。こっちも切ってあるからこれいらないですね。ここでいいですね。こんだけあれば十分。この木すごく強いの。こんだけになりました。そうだからこれもここ先っちょね。はい、先っちょ
こっちも使えるってことですよね。だからそう、もちろん使えますよ。それはね、増やすやり方。ほっとくとどんどん生えてきちゃうんだけど、いつまでたっても小さくできないじゃない、だからこれをちっちゃくしちゃうしかないな。ブツッと切って寝伏せできるんですね、これ埋めとくの。寝伏せ寝分けというか何寝伏せこれ埋めとくの小さくするコツってやつがあってどうしてもね、こんなことほら一般の人考えないから小さくしようと思わないからね、みんな増やそうとは思いますけどね。でこの辺まで根っこを切っちゃって、本当にね今ならねこんなぐらいまでねできるんですね。できるんです。これは寝伏せをで、こっちはいらないと。でこれねこうちっちゃいやつねこうまとめてね、で上の方の根っこはちょっと取ってこうやってねラファイアで巻くんだ。挿し木状態、ありがとう、挿し木状態でできるんですが、ただこの種類を知らないから多分みんなさ、何やってんだか全然わかんないと思うんですけど、もし知ってる人がいたら試してください。自宅にあるとしたら。あるかいや一時流行ったんですよ。これ山野草の世界では爆発的に人気が出た地味な花なんですけど面白いというので、お年寄りの人は知ってるかもしれない。このまんまね豆鉢にね入れちゃうの。ほら入ったこれに入れちゃうんです。これは金網。これが一番うちで一番細いの 0.8 ミリ、ピンセットで留めます。これねピッピッ、よし、ちょっとだけ入れて、マグもちょっとだけ入れて、ラファイアが縛ってあるから留めるのは簡単です。これラファイアがないと留めようがないんですよ。だから必ず縛った方がいい。ここでこう引っ掛けますね。ラファイアに引っ掛けて、そうするとギュッて止まります、そして土を入れます。土は一番細かいやつね、こうなるかだな。はい、終わったところですね。知らないから分かんないと思うんですけども、もしかしたらこれが花芽が入ってれば咲きます。これはフサスグリの刺し目作り。フサスグリの刺し目作り、これは今できます。こっちはこれはこれで完全に花がもう咲きそうになってますね、なのでこれは普通に植えます、もっと派手かな。でもいいでしょう。フサスグリの花って地味なんですよ、地味。なんで流行ったんですかね。わかんないです。山野草の人はこんな大きい鉢でこういうふうに作るの。だけど私はそれを買ってきて、全部ばらしてちっちゃいのを作る。なるほど。でも4月の第1週の展示会だとすごい可愛く咲いてくれるんで、重宝しましたけどね。こういう山野草みたいなの買ってきた時に、だいたいみんな育て方分からず買ってくるパターンが多いじゃないですか。そうなんだよね。だから今までやった花の、分け方とかに分類して、あ、これならこのやり方がいいかなみたいな感じでこう当てはめていくんですかね。そうですね。やったことない樹種とかは、やったことないのはとりあえず眺めてる、ずっと。この時期にこうなるみたいな、そう手出さない1年間っていうのもありますよ。で3つ買ってきて、1つはいじんないの、でもう1つは自己流で分けたり、いろいろやってみて、で置き場所も分かんなかったら、だいたいうちは1つ買うと3つぐらいに分けちゃうから、こういろんなところに置いて、それで様子見て、日向はダメなんだと思ったら日陰に持っていくとか、そう実験するために3つぐらい買わないと、で1年通してポットのまんまどうなるのかなって見ますね。なるほど。じゃポットのまんまだと枯れることが多いんだよ。山野草やりたいけどほら情報がなくてみたいな人
人が結構いると思うんですよ。そういう人はやっぱそういう風に自己流でね研究して自分の庭に合うか合わないかすごい大事なんですよ。環境が大事だから山野草は。なるほど。あとは買う時にどこ日陰なのか日向なのかぐらいは聞いた方がいい。聞いた方がいいね。木みたいだからほら、そうですね。どこ前だ？ここか。でやってみるっていうのは面白いですよ。実験をするっていう。まあ、枯れるとちょっとショックなんですけど、ちょっとショックなんですけど、でもまあ何もしないと何も出てこないので、まあ、盆栽も同じようなもんですからね。そうだよね。どこで切ったらいいかってね、花芽はいつつくのかとかね、松でもね芽切りを1ヶ月ずらすとどうなるかとかね、やりますもんね。やります。うちもやります。今年は暑いからと遅くしようとか、いろいろ考えてね。これがどうなるかが全く予想がつかないと思いますが、はい、後で写真をこれはこれで。大体同じような感じでやるのはどれがどれとか、これもそうですね、分けてくる。そうです。これは横につながってますから切って1株ずつ分けてくる。なんていうやつですか？これは姫の12一重。12一重。これはもう咲きますよ。これ花芽ですからすごい綺麗ですよ。このくらい立ち上がって青紫の花がだんだんに咲くんで12一重。あれで12一重。すごく綺麗でも姫樟南普通野生のやつはもっと葉っぱが大きいんです。なるほど。花もこのくらいになるんだけど、これはこのくらいで咲く。だから増やすためにこうしてるってことですね。そうです。うちは株分けするのでこれに入れて増えた分を分けて、でまた真ん中に入れてで増えたらってあんまり売ってないんで、はい。そうそれ板取りです。これ板取り。板取りですがちっちゃい赤い芽がついてるでしょ。今しか分けられません。これも今すぐやんないと。この中に株みたいなのがあるんですか？そう、株です。割ってちっちゃいのに入れてくる。ただ植えても何にも今ないこれしか見えないからね。板取りも人気ですよね。板取りはねこの状態で株分けできるでしょ、その後もし株分けできなかった人の場合、大きくなったら軸が硬くなったら切って刺し目。それもできるんですか？挿し木ができるから、そうすると増やすのは挿し木と株分けと両方でやっていくと結構増えますけどね。なるほど。これはフンチソウです。冬のフンチソウ。見えないでしょ、何にも。これイチゴ？これはね岩木京です。岩木京、枝先木京、枝先木京っていうすごい綺麗な花咲きますが、もうちょっと5月の連休頃かな、これが面白いんだよ。これ春リンドウ。もうすぐ咲きます。これは可愛い。可愛いけど一年草です。種でねこういうところに生えてくるの。地面に生えないでね、必ず鉢の中に生えます。これ可愛いんだよね。これだけはね植えといた方がいい。などなど、いろんな山野草、山のようにありますよね。種類が多いからね、まだ全然芽が出てないやつもあるし、もう分けちゃったのは破れ傘はもう分け終わりました。そうですか。破れ傘今やんないととんでもないことが起こるんで、やっぱりとんでもないこと。こんな大きくなっちゃう。でも山野草を始めたりするのもね、今の時期一番いいかもしれないですね。そうですね。花可愛いし、持ち込みの姿も面白いし、あと必ず盆栽の添えに山野草つきますからね。そうですね。国風でもこんな大きい盆栽でもつくし、ちっちゃいのは特に大事にしてますね。松があって松の横に草があると、その草が春なのか秋なのか夏なのかを表して、松があんまですからね、分かんないじゃないですか、冬の姿春の姿って分かんないけど、その草によって今春なんだな今夏なんだなってはっきり分かるんでね、大事なんですよね。添え草っていうか草盆栽、
まあ俳句でいう季語みたいなそうです役割ね。ですね。そうそうで、なるだけ丈夫なやつがいいんだね。鉱山のうんと上の方に生えてるやつは枯れちゃうから、関東の方に下ろしたり、平野の方に下ろすとね。そうですね。その辺は自分で何回か失敗して見極めてください。はい。これはもうやるしかないです。やるしかない。はい。じゃあ最後の完成品とともにお別れを。はい。まだまだね、やるべきことはいっぱいあるんですが、とりあえず、まあちょっとマニアック系と寄せ植え系とやってみました。次回は普通の盆栽へ戻ると。盆栽もやらなくちゃいけないことが山ほどあります。そうですね、この時期は困りましたね。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。